Mesha to be Season 5今回のMesha to beは札幌南界隈発見です。それでは早速 Let's get it started. 1. Kawazoe Kachika 日曜の閉店間近にお邪魔しました。視聴者さんからおすすめのあったラーメン屋さん。ここは川沿いの藻岩南斜面側小林峠に向かう道沿いね。結構マニアックな立地ではございますが、今はネット社会、美味しいものがあればどこへでも人が集まってきます。ほんとね。気がつけばなんと私4食連続ラーメンでございます。カツカレーが連続っていうのはよくあるんですが、4連続ラーメンっていうのは久々でございます。扉を開けるとジャズが流れるラーメン屋離れした雰囲気。そしてラーメン店には珍しいと言ったら怒られちゃうかな。こちらは美男美女ご夫婦が切り盛りするお店。あら。塩ラーメンが人気ということなので、早速塩味のラーメンをいただきます。おーっと、こりゃあすごいスープだ。上品な鶏の旨味が口いっぱいに広がります。塩っていうのは美味しくするのが一番難しいラーメンなんじゃないかなと思うんだけど、素材がいい場合は一番扱いやすいのかもしれませんね。びっくりするぐらい甘みが出ていて、思わずご主人に聞いちゃった。この甘みは野菜で出すんすかつってね。だしだけに？いや、だしがなまった出すじゃねえわ。鶏ですだとさ。びっくりだぜ。鶏からこんなに甘みが。そんなに甘いんだ。甘い。でも甘ったるいんではなくて、コクのある甘ささ。そして全粒粉入りの麺がうまいんだよね。これまた。色即是空特一系っぽいやつ？そうそう。これはね、ラーメン食べ倒してる兄さん方がうなるラーメンではないかもしれないけど、フレンチやイタリアン、中華も美味しい店は行くわよって人向けのラーメン。すごい。まさに飯とビーズ向けってことね。はい。この味バランスはどれ食べても美味しいお店なのではっていう予感が止まりませんね。ご主人は油そばで定評なるインエゾ出身ということなので、油そばもぜひいただいてみたいですね。ヘビメタだったの？そのエゾではありません。びっくりした。2. Ishiyama Gelateria Torino Su 南区石山にあります鳥の巣さん。こちらは日本でもトップクラスにお気に入りのジェラテリアね。はい。イタリア協会主催国際コンクール世界4位入賞。100人しかいないという日本ジェラート協会認定マエストロのお店ですからね。っていうか、そういう肩書きうんぬんじゃなくって味がね。そうなの。美味しいのさ。やっぱりねっとり感が違うんですよね。群を抜いていました。やっぱりお鍋みたいな蓋のショーケースじゃなきゃこうはならないのかしらね。はいはい。鎌倉のイタリア人高級ジェラート屋も同じショーケースだったもんね。ねっとり。こちらはパルテンザっていうチョコ味が大好きなんです。ソルベ系も爽やか。スイカはスイカそのまんまって感じ。プラムの酸味がメリハリになってきめ細かいねっとり感は他のお店と全違って気がしましたよ。ねえ、知らなかったですね。ジェラート特集の時に偶然見つけたお店、札幌にあってくれてありがとうです。3. Fujino Karabato Curry 果ての果てまで行ってみないか。これが現地の味な看板が目印。札幌市民なら知らない人はいないんじゃないでしょうか。こちらカラバトカリーさん。はいはい。スキー帰りのカラバトカレーですね。メニューはシンプルパキスタンカリーのみ。サイズが並中大とあってね。はい。水は一切使わずに野菜の水分と7種類のスパイスを合わせた自家製ガラムマサラと塩のみで 6,7 時間かけてじっくり煮込まれた無水カレー。オーナーさんがパキスタンで虜になり、パキスタンの知人から教わったというレシピをもとに作られたというカレー。そうそう。見た目はこれカレーですかって思うくらい独特なビジュアル。これはパキスタンのパンシャープ地方の料理らしいわね。パンシャーブなんだ。行ったことあんの？いいえ。一口食べるとチキンが口の中でホロホロと溶けていくからのしっかりスパイス感が押し寄せてくんの。そうなんだ。未知の食べ物って感じでね。あれっていう感じで食べれば食べるほどのめり込む。
並でも結構なボリュームなんだけど、不思議とスプーンを持つ手が止まらなくっていつの間にか完食しちゃうんだよね。わかる。お腹いっぱいなのに食べ進めてしまうっていう、これはまさにマジックスパイス？そ Magic れは spice. スープカレーのお店の名前だから紛らわしいね。紛らわしいでしょ。ガーン。とにかく無性に食べたくなる無水カレー、定山系来るときはマストだね。無水できないお店だね。ちょんちょん。 4. Makamanai. Haebong Kujira Ya. 超ディープなまこまない商店街、見つけるのがちょっと大変。ここ系さながら廃校になった炭鉱町のような雰囲気だ。映画のセットのようなスラム感。夜にうっかり足を踏み入れてしまうと背筋が凍りそうになるところ。ここは札幌シティなのかというね。大げさね。確かにスラムっぽい雰囲気はあるけどね。はい、ジュニアがうまいよ言うんでね。はいはい。ラーメン屋でちょいちょい目にするジュニアのサイン、結構マニアックなところも来るらしい。政治は絶賛炎上中でございますがね、結構グルメなのかな。店内も独特の世界観、流れる NHK のど自慢がノスタルジック感をブーストする。 Boost. キンコンカンコンキンコンカンコンキンコンってやつ。おではいつもカーンだけどね。わあ、独特。なんかスラム感出てるでしょ。スラム街に足を踏み入れる時のようなドキドキワクワク感でございます。一口スープをいただくと、意外にも優しい口当たり。うまい。なかなかの腕前ですぞ、やすさん。優しいんだ。そうなんだ。この海苔の上の初の親高齢者たちを入れなければちょい辛いんだけども、好きなタイプの優しい味味噌ラーメンって感じでさ。見かけからは想像できない。でしょう。さらっとめの味噌がいいね。辛さはそうでもないんだけど、この海苔の上の初の親高齢者、しつこい。こやつらを溶かしていくといろいろ味変していくんだけども、全溶かししてもそんなにどぎつい味にはならなかったんだよね。ブホ涙目になりながら数回我慢しましたけど、近所迷惑になったら困るからね。もう汗と鼻水が止まらなくって、最後はねもう汗だくだったんだけど、これ辛いからなのか、それともエアコンなしの店内が暑いのかよく分かんなくなっちゃってた。近所の奥さん食べてた鶏塩もうまそうだったな。これはこれだけど普通のラーメンも食べてみたいね。ご近所さんらしきご夫婦が入れ替わり立ち替わりで常満でございます。常連っぽいご夫婦がたくさん来てるってことはガッツン系じゃなさそうね。そうさ、兄さんだらけのラーメン屋と違って優しさと強さを履き違えてる感がない。は？どういう意味？つけ麺が推しのようだけれども鶏塩もうまそうっしょ。トマトラーメンもあるんだよね。いいね。5. ニューヨーク Jozankei. Jozankei View Hotel. ラグーン、水の王国ラグーンって皆様ご存知、定山渓ビューホテル。今回は去年ファイブセンスサウナをコンセプトにリニューアルされたばかりのサウナで整わせていただきました。ファイブセンスサウナ、シックスセンスじゃなくてってことはあれね、心霊体験はないってことね。そのようです。メインのウッディサウナは総ヒノキ張りの木の香りに包まれる15分に一度オートロウリュ式のサウナ。他にはホワイトスチームサウナとブラックルームってのがあってね、ホワイトスチームサウナは40度ぐらいでゆっくり瞑想しながら汗をかくタイプ。明るすぎて瞑想できんかったけどね。明るいんだ。変わってんね。ブラックルームはエアコンキンキンで10度ぐらいをキープ。室内の整い部屋、これ助かるね。露天に整いスペースがないからさ。露天風呂はあんのに？そうなんだよ。そこはちょいと残念なとこなんだけど、このブラックルームがあるから短時間で高回転ローテーションが可能さ。真夏でもこれがあれば助かるっしょ。そっか。真夏は外が暑いから水風呂にずっと入ってるっきゃないもんね。だのさ、北海道にはなかなかないけど、これ結構いい
と思う。もちろんスタンドシャワーも水風呂もサウナゾーンにコンパクトにまとまっているので、バカっ広い大浴場を行ったり来たりせずに済むのがいいね。そんな広いの？もし脱衣所に忘れ物なんかした日には取りに行くのを諦めるレベルの広さかな。2フロア構造になってて、サウナは一つ下のフロアの一番奥だからね。乗り物に乗りたくなるレベル。そんなに？日帰りの狙い目はオープンの14時から16時頃が空いてるかな。あと宿泊客が夕食時間の19時から21時ぐらいまでの間いなくなるんで、意外と空いてて快適かも。この施設が1000円っていうのはいいと思うよ。定山系でよね。6. Today's Katsu Curry. Makamanai. Akebano Ramen. 1968年、昭和43年創業、真駒内の老舗ラーメン屋さん。いい雰囲気の佇まいでしょ。店内に入ると意外や意外、改装したんかな。綺麗にされてて明るい店内にびっくりね。とても創業60年近いとは思えない感じ。なんでも創業当時は道路を挟んだ向かい側にあって、こちら側へ移転したようですね。こちらは視聴者さんが人生ベストカツカレーをおっしゃったんでね、そやつをいただきに参りました。はい、これ間違いないっす。安心安全のジャパニーズトラディショナルカレー。これは鉄板でしょってやつ。SB 来た？いや、これはハウス系かな。一幸で秀樹西条の顔がハムって思い浮かびましたよ。ひょっとしたら視聴者さんバーモント系でお育ちになった方なのでは。そっち系か。ハウスといったらジャワ派かな、私や。はい、そうです。ハウスもいいよね。ジャワうまいです。家ではもっぱらジャワの中辛でしたね。はい、そうです。カツラーメンが高評価みたいですね、こちら。しかも皆さん塩ラーメンにカツを乗せらっしゃる。 Nosa Russia. 意外。ねえ、ぜひ次回いただいてみようかなと思いました。カツ塩ラーメン？カツ塩ラーメン、カツは何に乗せてもうまいからね。カツカレーでしょ。カツナポリタン、カツミートソース、カツピラフ、カツ焼きそば、カツ寿司、カツそば。はいはい。美味しいカツカレー情報をいただきました視聴者さん、ありがとうございました。7. Misumai. Udon Sansai Seo-ya. 2005年創業、メス前にあります塩屋さん。もともとは塩の製造が本業なのだそうです。やっぱそうなんだ。お店の前には大きな櫓が立っていて、熊石から海水を運び、ここで天日塩が作られているそうな。なるほど。それで名前が塩屋さんってわけだね。納得。オープンめがけて到着もすでに15人くらいの並び、ギリギリセーフで入れました。人気ですね。相変わらずここも若干の前倒し営業してくれてるみたいだったね。そうなの。だけど次々にお客さんがやってきて、すぐに1時間待ち。そんな中、何を食べようかと迷っていると、皆さん塩屋定食ってやつを頼まれてましてね。ミニうどんに小鉢やおにぎりやらいろいろついてるやつね。そうそう。迷った挙句食べきれなさそうだったので、今回はシンプルにかけうどんと鶏天を注文。鶏天いいね。でしょう。塩麹につけてあるからしっとり柔らかな鶏天、サクサクで美味しいよ。もともと塩屋さんは山菜の天ぷらが有名なんだよね。だけど盛り合わせしかなかったんでね、予算オーバーなんで断念。次回は山菜天ぷら食べよ。そうだね。かけうどんは温かいおつゆでもコシがしっかり感じられるつるつるうどん。かつおの効いた優しいお出汁に自家製塩と道産小麦の手打ちうどんは美味しかったな。だけどなんで塩屋さんがうどんをね、そのストーリーについてはなんか調べても分かんなかったんだよね。なんだ、今度からそういうところを分かるように塩屋なんつって。8. Kawazoe. Boulangerie Malzelves. ミスタービーズが札幌で信頼を寄せるブーランジェリーの一つ、マルゼルブさん。そうなんです。南区ではこちらが抜群じゃないでしょうかってことでね。改めて訪問。狭小店舗ですが、これも美味しいパン屋さんの証。パンのいい香りが出迎えてくれます。はい、まずは恒例のクロワッサンチェック。マルゼルブさんの独特の焼き加減、
端っこの香ばしさが絶妙すぎる。パイのようにパリッパリでバターの風味もたまらないね。バターくどくないんだよね。ね、次はおいちゃん大好きノアレザン。くるみの香ばしさとレーズンの甘みが程よいバランス。そうそう、外はカリッと中はしっとり優しい口当たりのハード系。これ好きなんです。サシは取れなさそうだし。そこ大事ポイント。同じハード系でもボアブルオレンジは全粒粉で作られたしっかりハードボイルド系。 Hard boiled. オレンジと黒胡椒という異色のコラボレーション。ワインとチーズと一緒に食べたい大人味。ワインあんまり飲まないけどね。ね、マルゼルブさんのパンタチーはお酒と一緒に楽しみたくなるパンタチーだね。まこまない方面に来たら絶対寄っちゃうお店だね。札幌屈指の名ブランジェリーかと思います。だ Jikai no mesha to beware. Gachi de mata tabathai. Sapporo kikusui higoshi Sapporo kaiwai death. Ortano shimi ni. See you soon. 小学校の卒業アルバムに将来の夢というのを書く欄があってね、おじちゃんはトラックの運転手って書いたんです。それはもう19歳の時に叶ってしまったんだけども、隣の席の女の子がね、日本初の女性総理大臣って書いてた。それがなんと今回日本初爆誕した高市早苗さんではなかった。予言してたんだ。すげえ同世代なんだね。でもすごいね、女性初総理大臣って。まあどこまで思った通りやれるかがちょっと楽しみに応援したいと思いますね。潰されないことを願いつつ、まあ閣僚人事があれですよ、なんかはあっていう内容じゃないことを祈ってます。